こんにちは。和歌山大学の吉野です。この動画では和歌山大学のデータサイエンス教育についてご紹介したいと思います。和歌山大学のデータサイエンス教育はさまざまなレベルに合わせた多くの授業で構成されていることが特徴です。数理データサイエンス科目として連続したシリーズとなっているデータサイエンスへのいざない、データサイエンス入門、データサイエンス基礎、データサイエンス応用、データサイエンス実践が本学のデータサイエンス教育のコアとなっています。また他大学と共同で実施している数理 AI PBL や大学院の授業である実践的データマイニング1、実践的データマイニング2があります。それぞれで扱うテーマや課題、そしてレベルは異なりますが、すべての授業で本物のデータを使ってビジネスや研究などの実践を意識した内容になっています。また企業や行政機関の皆様から協力をいただき、授業を実施していることも本学の特色であると考えています。この動画では授業の魅力を少しでも皆さんにお伝えしたいと思い、授業に参加した学生の皆様のインタビューを交えながらご紹介しています。授業が大変充実しているため少々長い動画となりますが、最後までぜひお付き合いください。最初にご紹介する授業はデータサイエンスへのいざないです。このデータサイエンスのいざないは、皆さんが和歌山大学に入学したら必ず全員が受講することになっています。データサイエンスを学ぶことはあらゆる分野において重要です。そのためこの授業は全ての学部で必須科目と設定されています。といっても全く怖がる必要はありません。皆さんの中にはパソコンが苦手な人がいるかもしれません。安心してください。この授業では皆さんの学びを強力にお手伝いするサポート体制を用意しています。授業自体は動画教材を活用したオンデマンド形式で実施されます。受講生の皆さんは設定された課題締め切りまでに動画を視聴して小テストを受験して課題を提出することになります。動画による授業を受けていてわからないことや相談があるときはビデオ会議を活用したオンラインサポート室で相談することができるようになっています。また専用の電子メールアドレスや電子掲示板などを通じて質問をすることもできます。アンケートからもこれまでに多くの学生さんから授業のサポート体制に高い評価をいただいています。授業の内容はリテラシーレベルとなっています。つまり初めてデータサイエンスに接する人たちに向けた内容です。データサイエンスが関連する分野はとても広く多岐にわたります。人工知能、いわゆる AI も関係します。これから学ぶことの全体的なイメージを把握してもらい、知識や技術を受け入れる準備をしてもらうことがこの授業の目的だとも言えます。最初は Excel を使った演習を実施します。簡単な分析やグラフを使ったデータ解析を学ぶことができます。後半になってくると機械学習やニューラルネットワークについても学ぶことができます。とても充実した内容です。皆さん楽しみにしていてください。この動画では授業を実際に受講した学生さんに協力していただいてインタビューを行っています。学生さんの声を聞いてください。それではどうぞ。データサイエンスへのいざないっていうのが、大学入門した時に、これが必修ですよって言われて、データサイエンスって何なんやろうって思って、その時に初めてデータサイエンスっていうものを知ったんですけど、でちょっと情報系に入りたいし、そういうことについてもちょっと1年生のうちからいっぱい学んでおきたいなって思って自習しました。やっぱりこれからの社会には絶対に必要になる技術なのかなっていうのは思いました。これからかなり情報とかもいろいろ増えたりするので、
それをきれいな形として扱える技術というのはやっぱりこれからは必要になるからぜひとも習得したいなと思いました。私はデータサイエンスっていうのは曖昧なものを形にする、曖昧なものを数字としてデータとして確実なものにするっていう分野かなというふうに思ってます。最初はものすごく難しいことをやるのかなとは思ってはいましたが、基本的には Excel の基本的な操作、データを使ってそれを表とかグラフとかに表したりするっていう形なので、最初のうちはそれほど難しくなく受けることができました。レポートのその結果をどのようにまとめればいいか分からなかったので、そのあたりを先生に質問しに行ったりすることができる状況にあったっていうのが一番大きなところでしたね。入門の前なんで本当に基礎の基礎みたいな割と考え方の入りというか、一般的に公開されているデータをちょっと今言った Excel とかでいじってみようかなみたいな感じで、本当に最初の概念の部分みたいなのを先生が丁寧に教えてくれたりだとか、 Teams っていう会議のアプリとかで先生が説明したりだとかのも参加自由でやりますよとかもやってたりするんで、結構、先生との間が近いような感じで、データサイエンスの最初の部分が学べるような科目やったかなと思いますね。先ほども紹介しましたが、私たちの授業は強力なサポートが特徴の一つとなっています。そのサポートには皆さんの先輩にあたる大学院に所属する学生の皆さんがティーチングアシスタント TA として参加してくれています。次にデータサイエンスのいざないを手伝ってくれた大学院生の TA さんたちのインタビューをご覧ください。そうですね、主に授業自体がオンデマンドでの配信なので、それが終わった後夕方くらいからですね、質問会っていうものを Teams、マイクロソフトの Teams っていうところで設けてまして、そこでの質問対応っていうところと、レポートのチェックっていったところで関わらせてもらってました。いざないに関しては高校の数学の延長線ということで、その高校数学以上のことが学べるのが面白さだなというふうに思います。本当にまずデータ分析自体が初めての子っていうのが本当に多かって、それこそ質問に来てくれた子もそのシステム工学部だけじゃなくて経済学部の子とか教育学部の方とか本当にいろいろな方が来てくれたんで、そもそもこういう、プログラム自体に慣れていただくっていうところの質問が結構多かったような気がします。実際にあった質問の相談の内容としては、講義で使う Excel の中で映像通りにしてもうまくいかないところであったり、プログラミング言語の、課題ではエラーが出た時にどういうふうに対処すればいいかというところのご相談をいただきました。あとあった内容としては、その課題を行う上でどういうふうにすればより得点の高い課題レポートになるかというところのご相談をいただいたりしたので、押さえておくべきレポートを作っていく上で重要になる点ですね、考察の仕方なども先生方がですね丁寧に回答されていたなというふうな印象があります。そうですね、やはりその授業の中でそのビデオオンデマンド配信なんですけども、多分吉野先生が主に作ってくださってるんですけども、本当にその動画自身にまずちゃんとその堅苦しさがあんまりないような工夫をされていますし、その後の質問会っていうその質問会自体を設けるっていうこともちゃんとそのカバーをしていくっていう精神が現れてるのかなって気がしています。そのシステム工学部さんだけではなくて、その教育学部や経済学部、観光学部の人もいろんな学部の方がいらっしゃって、データサイエンスに初めて触れられる方も多い中で、その実際のデータを使ったり手を動かして作業する内容が多いので、データサイエンスの面白かったっていう内容であったり、先生自体の講義が楽しくて先生の話を聞きに来たり、フォローアップの会にですね参加される学生さんなどもいらっしゃいました。1回生の授業を受ける姿を見て積極的に質問をしてくださったりだとか、レポート課題で先生が出してくれた課題以上のことを自分で応用して新たな取り組みをやったりとかされていて、すごい熱心だなって思います。ありがとうございました。この授業、データサイエンスのいざないを受講することで、データサイエンスの楽しさ、大切さを知っていただけると思います。なお、
私たちのデータサイエンスのいざないは文部科学省から数理データサイエンス AI 教育プログラムリテラシーレベルの認定を受けています。数理データサイエンス科目のシリーズの入り口として自信を持って皆さんにご案内できる授業となっています。和歌山大学で一緒に勉強できるのを楽しみにしています。それでは引き続き次のレベルの授業を紹介しましょう。次にデータサイエンス入門をご紹介します。この授業からは選択科目になります。すべての学生が受講する必要はありませんが、全学部の学生さんを対象とした授業です。多くの皆さんに受講してほしいと考えています。この授業では統計解析に特化した R というプログラム言語を使ってデータサイエンスを勉強します。R は経済学や会計学などの分野で使われることが多いです。例えば大量の数字のデータを分析するときにとても便利な道具となります。前の授業データサイエンスのいざないでも少し R を紹介していますが、ほとんどの人はこの授業で初めて R を使うことになります。そしてデータの集計やグラフの出力、本格的な分析の手順を体系的に学びます。またデータサイエンスへのいざないと同様の体制により皆さんの勉強を強力にサポートします。さらに私たちはこの授業を和歌山県データ利活用推進センターと協力して作っています。地域の行政機関とも協力することで大学だけで閉じていない魅力的な内容の授業を提供するようにしています。それではこの授業の受講生のインタビューをご覧ください。入門になると実際にその言語を書いてコードを書いて分析をするっていう授業内容だったので、概要を知ったその後は実践的なことにつなげていきたいなと思ったので引き続き履修しました。ちょっとでもデータサイエンスを触ってるとどのようなデータを収集すればいいのかとか、なんとなくこの時は売り上げが上がってるなと、でもこのなんとなくで終わらせずに、じゃあちょっとだけエクセルとか使ってグラフにしてみようかなっていうところにはなると思うので、少しでも触ってるっていうことはすごく重要だと思います。やっぱりサポート室のサポートの手厚さっていうのもありましたね。データを扱う能力っていうのは絶対に必要になる、これから必要になるので、それも理由で取ったっていうのもあります。将来そのものづくりをしたくって、でそれも分野的に言うと IT の方の分野でものづくりをしたくって、でってなった時に、やっぱりデータサイエンスの方の分野を知っておくと、より幅広い知識からものづくりのアイデアだったりとか、実際に人にここが価値があるみたいなところを伝える時に実際の数字としてしっかりとその分析した結果をさらに解釈して分かったことをもとにこういうものを作りましたよみたいな、そういうより根拠のあるようなプレゼンができたりだとか、将来に役立つ一つの分野というか知識になるかなって思ったので、データサイエンスに興味を持って履修してます。入門は確かR っていうプログラミング言語を使ってそうですね、それこそ Excel と併用しながらやっていったかなっていう記憶あります。最初の方はもうそうですね、使い方が全然わからんかったんで結構難しかったかなと。いざない方は Excel の話になってましたけど、今回入門に至ってはまた別のプログラミング言語を使ってデータの加工や、表の出力などを行ってます。なんでプログラミングをいちいち書いたりするのがすごく面倒くさいっていうのもありますし、いざ入力して実行させようと思ってもなかなかうまいこと動かなかったりもしたので、そのあたりがすごく大変でしたね。課題とかすごい難しそうに見えるんですけど、そういった課題をどのように動かすかっていう解説とかもありました。なのですごい難しそうに見えても実は意外に単純だったり、その演習動画の中で使ったものをある程度活用して使ったりっていうことをして課題とかできたりするんで、そういったところがかなり考えなくちゃならないなっていうところで印象に残りました。続いて大学院生の TA さんのインタビューです。
TA でやっていて、その1回生が自分でもっとこういったプログラミングをやりたいとか、もっとこういうことがしたいんですけど先生どうしたらいいんですかっていう質問、応用的な質問もたくさんあって、すごい自分で取り組もうという自主性が強いなというふうに思いまして、私自身も自主的にそういうこと学びに関して取り組みたいなというふうに思いました。基本的な技術とかっていうところの質問に関しては僕たちが受けて、分かりにくいところっていうのはやはり僕たちもその説明がまだ慣れてない部分があったので先生に任せしてたんですけども、その大きな部分としてはその雰囲気の作り方みたいなところかなと思ってて、やはり先生だけで話しているとどうしてもこう学生が入ってきづらい雰囲気とかがあると思うので、僕たち TA 側からもこう和気あいあいで話すことによって、質問しやすい雰囲気とかっていうところの、雰囲気作りっていうところも結構力入れてた気はしますね。データ分析はデータを見て新たな発見だったり、自分が思ってたこと以外のこと、予想外のことを見つけれることが面白いなというふうに思います。僕たちが学部生の頃にこういったもう全学的なデータ分析の授業ってなかったんですけど、やはりこう今の学生の中で特に熱心な子とかって毎回この質問会に出席してくれて、質問してくれたりとか賑やかしの一部になってくれたりとかっていうことで、本当にこう熱意を持ってデータ分析に取り組んでいる方とかもいらっしゃるし、それこそ本当にこれからデータ分析のもっとこう上流に行きたいんだっていう意思を持って授業を受けられている方もいらっしゃったので、なんか本当にこう学生の中にもこう熱意を持って参加されている方っているんだなっていうのをこう間近で見れた気はしますね。今になって思うこととしては、1回生の間にそういった広く浅く統計のことを実践的に学べる機会っていうのはすごく貴重だと思うし、今後の活動だったり研究に生かせると思うので、1回生の間にそういったことを学べるというのはすごいいいことだと思います。教育学部、経済学部、システム工学部、観光学部の和歌山大学すべての学部に所属する多くの学生がデータサイエンス入門を受講しています。皆さんの参加をお待ちしています。先ほど紹介したデータサイエンス入門では R を使ってデータサイエンスを勉強しましたが、もう一つとてもよく使われるプログラミング言語に Python というものがあります。そして Python を使ったデータサイエンスを勉強するのがデータサイエンス基礎です。担当の三浦先生、授業のご紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。データサイエンス基礎を担当する三浦です。データサイエンス基礎の紹介をします。この授業では強力なプログラミング言語である Python を使ってデータサイエンスの基礎を勉強します。最近本屋に行くと Python の本がたくさん並んでいるのを見かけることがあります。また IT 分野をはじめさまざまな求人を見てみると Python を使えるエンジニアの募集が多くなっています。このことから Python は今最も世の中から求められているプログラミング言語の一つです。この授業はこの Python プログラミングとデータ分析の両方を習得する講義と演習から構成されています。Python には NumPy や SciPy、Pandas、Matplotlib などデータサイエンスを扱う上で必要なライブラリが豊富に揃っています。これらはプログラムの中で利用することができる便利な道具となっています。その道具を活用することによってさまざまなデータ処理方法や可視化手法を学んでいきます。またこの授業では Python のプログラムを動かしながら同時に確率と統計の基礎も復習します。さらに授業の後半では機械学習について勉強します。この機械学習は人工知能 AI の基礎にもなっていて Python が得意とする分野の一つです。機械学習には回帰分析や決定義、サポートベクターマシン、主成分分析などさまざまな手法を体験的に勉強することができます。これらの技術を扱うことは昔はとても大変でした。ところが今では
Python を使うと比較的手軽に利用できるので、皆さんに体験してほしいと思っています。それでは受講生のインタビューをご覧ください。やはりデータ分析について、知っておきたいなと思ったからです。今世界中でも日本でも、データ分析っていうふうに騒がれていると思うんですけど、そういった、トレンドな言葉ある程度押さえておきたいなと思って、受講しました。入門の時とはまた言語が変わったっていうのがまず一つあるのと、内容がよりちょっと高度になって、で数学的な理解がちょっとないと難しいなっていうところがあって、その中でもより実践な方に近づくように、解釈をする課題だったりとかがあって、その部分ではより理解が深まった授業だったと思います。プログラミングがめちゃくちゃ難しかったです。もう最初やっぱり授業内でどんどん出てくる、プログラミングの、関数とかライブラリというものを全部一から覚えていってたので本当に難しくて、やりやすいポイントとしては、プログラムを全部覚えようとしないというところ、ここが重要かなと思っています。プログラムは本当に手段なので、必要になった時に調べてその都度使えばいいかなと思ってます。でそのための有効な手段が、調べていってこのプログラム大事だなと思った時に、ブラウザとかでブックマークをする、これが本当に大切で、それによって何か以前やったんだけどどういうプログラムだったかなっていう風な場面があった時にすぐに調べられるんでおすすめです。プログラミングをそこで結構初めてやるような身やったので、ちょっとそこで使ってるようなプログラミングの言語が若干書き方自体がちょっと難しかったので、ちょっとそこであたふたしたっていうようなことはありましたね。なのでそういった点では難しかったんですけど、ただちょっと情報系として入りたいなって思ってる身としては、そこではちょっとプログラミングほんまに自分で勉強してんだなっていうような思いにはなったので、それはいい経験になったかなっていうふうに思いますね。やはり、プログラミングもそうですし、データ分析の手法も扱っていくんですけど、その中で、データの分析だけじゃなくて、それを実際にどうビジネスで生かしたり、身の回りの生活で生かすのかについても触れられているので、とても役に立ったと思っております。基礎の授業ではデータを結構最後突っ込むだけなんで、もう突っ込んだ機会が計算してくれるので、その前のどういう分析を使うか、どういうふうにデータを整理するかっていうところに重点を置かれていて、でそれを知っていることっていうのは経済学部生にとってすごい意味があると思っていて、多分データ加工する職業に就く人少ないと思うんですけど、でも将来データを分析する職業に就いた人にこのデータを分析してくださいって渡す仕事には就くかもしれないんですね。自分が知りたいことのためにはどういう分析が必要で、その分析のためにはどういうデータを集めなければならないっていう知識があるだけで、そのデータを分析する仕事の人もやりやすくなると思います。そういう意味ではデータサイエンス基礎が一番経済学部生に役に立つんじゃないかなと思います。やっぱりその情報検出みたいだったりだとか、あと経済とかでもデータを使った勉強がしたりだとかいう方は特に受けられたらいいんじゃないかなと思います。でやっぱり仮にデータを使わなかったとしても、もうプログラムの知識であったりだとかはどこでも使用することができるので、使えるのではないかなと思います。続いてこの授業をサポートしてくれる TA さんのインタビューです。 TA としてやったことっていうのは、実際はそんなに多いわけじゃなくて、この授業自体がかなり先生が事前に準備してくれた教材というか、準備してくれたものを使ってやるので、プログラム自体はそんなに困らないんですね。全部書いてくださっているので。で僕たちが何を助けるかっていうと、主に一番最初に、
プログラムを動かすためのパソコンの環境を作るんですけれども、そういうところでつまずいてる子たちがいたら、こうするんだよみたいな風に助けてあげたり、あと、実際プログラムを動かしてみてなぜか動かないっていう人がいたら、ここがこうだから動かないんだねっていう風に言ってあげて、そういう手助けをちょくちょくしてあげるっていう仕事を主にしてます。質問としては、簡単なことだったりすることが多いんですけど、そのプログラム自分でやってても思うんですけど、結構人に見てもらわないと気づかない間違いとかがあるんで、そういったことに回答することが多かったかなと思います。いろんな人が同じところでつまずいてるっていうのもあって、そこを助けてあげるのも、一人だとなかなか気づけないっていうところもあるので、TA としてそこをもう一言でパッて言うだけで助けてあげられるっていうのは、やってていい点だなっていうのは思いました。大丈夫でしょうか。結構複雑な処理を含む内容もあるんじゃないかなって思うんですけど、授業の資料の方で先生が細かく解説してくださってたりするので、あまりやっててすごく自分でできないなって思うような内容ではないんじゃないかなと思います。プログラムを書いていくのにも、一から全部自分で書けっていうんじゃなくて、資料の中に書いてあることを、自分で選んで抜き出して、組み合わせていったら、プログラムができるような内容になってるんじゃないかなと思います。客観的に見て思うことは、普通の学生として授業を受けてるんだったら、そのプログラムを端から順番に実行していて、先生の話を聞いたらなるほどそうなんだなみたいな感じで、スルスル進んでいくと思うんですけども、その先生が資料を作ってる裏側の姿とかも見てるので、かなり苦労されてるんだなっていうのも分かりますし、あと学生に教えるにあたってここちょっと古いから新しくした方がいいなっていうところにも気づけたりして、その辺知識があるからこそ気づける点が多くて、その辺が面白いなっていうふうに感じます。Python を道具として使いこなすことができると、データサイエンスを学んで、そして社会で活躍する際にとても役に立ちます。皆さんには一つでも多くの道具を使いこなせるようになってほしいと思っています。皆さんぜひ積極的にデータサイエンス基礎を受講してください。次のデータサイエンス応用は、授業の名前の通り、ここまで学んだ知識や技術を応用して実践に踏み込んだ内容になっています。インターネット上のウェブ検索など、皆さんの日常を支えているのがデータサイエンスの一つの分野であるテキストマイニングです。データサイエンス応用では Python を使ってテキストマイニングについて勉強します。それでは西村先生、ご紹介お願いします。これまでに学んだ知識、そしてデータサイエンス基礎の授業で学んだ Python の知識を用いて応用課題に取り組むのがこのデータサイエンス応用です。Python を用いて講義と演習を織り交ぜながらテキストマイニングについて取り組みます。テキストマイニングはテキスト、つまり文章を対象としたデータサイエンスの一つの分野です。インターネットの世界にはテキストのデータがあふれています。それらを分析することで見つけることができる情報は、ウェブ検索や SNS、ソーシャルネットワーキングサービスのトレンド分析など、さまざまなところで利用されています。この授業では、インターネット上で公開されている小説や記事、書籍や論文、SNS のテキストデータからさまざまな発見を得るための手法を身につけることを目標としています。具体的には、テキストの加工や整形技術、特徴抽出やテキストの分類等の技術を体験し、実践的な課題に取り組みます。ちなみに、マイニングというのは発掘という意味です。膨大なテキストから宝となる情報を発掘することがテキストマイニングです。また、この授業の後半では、課題解決型学習 PBL を導入しています。データサイエンスの仕事では、データから見つけた発見を顧客など他の人に伝えることが大切です。プレゼンによって伝えることもありますが、多くの場合、報告書を作成することになります。つまり作文が大切になります。このため、データサイエンス応用では、作文の練習として小論文課題を導入しています。これまでの授業では、そのまま
学会で発表できるのではないかと思えるようなレベルの小論文があり、とても驚きました。それでは受講生の皆様の声を聞いてください。僕が教育学部で普段社会科の教員目指して勉強している中でも、同じようなデータサイエンスとかデータとか統計っていう言葉が出てきたんで、これ興味あったなっていうふうに思って受講したのがきっかけです。応用を取った理由は、以前基礎を取っていて、大学の他の授業だったり、あと自分でちょっとプログラミングについて勉強する中で、もう一度やってみたいというふうに思って応用を受けました。例えばその1万円より9999円の方が安いみたいな、これはでも1円しか変わらへんけど、なんかデータに騙されるなとか数字に騙されるなみたいな感じやったんで、そういうのかなって思ったんですけど、行ったらなんかいきなり Python を立ち上げろみたいな言われたんで、思ってたんとは違ったかなっていうふうに思いました。ただその行ってみて、じゃあその西村先生が、分からんことがあったら何でもじゃあ聞いてくれたらいいよみたいなふうに言ってくれたんで、じゃあもう全部分からないですっていうふうに言ったら、教科書とか今やったら京都大学とかいろんな大学がいいその Python のまとめた教科書のファイルとかを無料で出してるから、そういうのを読んで勉強するのがいいと思うよみたいなふうに言われて、でそれを読みながら授業を聞きながらっていうふうにやってったら、やっと今で半分ぐらいまで来たんですけれども、大体何やってるかなっていうぐらいは分かってきたかなと思ってます。やっぱりどんどんレベルを上げて、でその難しくなるのは難しくはなるんですけど、でもより身近なところに例が増えてくるというか、その最初データサイエンスやってると結局これがどこで生きるのかわからないっていうのがまずちょっと始まりだと思うんですけど、そこからどんどん進んでいくにつれて、より身近な生活の中でこのデータがこういう解析に使えるんじゃないかとか、そういうところが自分で気づけるようになってくるし、よりそれをじゃあ発展させていくにはどうすればいいのかっていうのを考えるためにも進んで学んでいくのが結構段階的に分かりやすいですし、いいかなって思います。普段は政治側からのアプローチっていう文献はたくさん読んでたんですけど、今度は僕は逆にテクノロジー側の気分で書いてみて、こういうことができるから政治と一緒にやりませんかっていうのを書いてたんで、やっぱりテクノロジーとこういう社会とかこういう政治とかっていうジャンルっていうのは、これからより深く関わっていけるんじゃないかなっていうふうに書きながらちょっと思いました。この授業を受けることによって、めちゃくちゃデータ分析ができるようになるわけではないんですけど、ただ概要をしているので、そういったデータサイエンティスト以外の職種の方にとっても、いい授業かなと思っています。続いて TA さんの声です。本当にプログラムを全く知らない学生さんでもこの授業に着手していけるような取り組みはすごくされていると思います。一番最初に環境さえ作ってしまえれば、あとはもう書いてあるプログラムをそのまんま実行していけば、結果は出るようになっているので、本当プログラムを全く知らない初心者の方でも取り組みやすい授業になっていると思います。僕が最初に大学に来た頃はほとんどデータサイエンスの授業はなくて、本当に3、4回生の頃から徐々に増えていったような印象を受けてますね。なので本当今の大学生のみんなを見てるとすごいいいなっていうふうに羨ましい目で見てます。TA でやらせてもらってるデータサイエンス基礎と応用は、あったら他の学習にも役立ったんじゃないかなと思います。はい、入門として分かりやすいかなと思います。一から自分で勉強しようって思うのが難しいかなって思うので、プログラミングとか新しい言語は自分はそうかなって思うので、授業でちょっとやらせてもらっていろいろ課題とかもこなしていくうちには力になるんじゃないかなと思いました。自分の研究としては Python っていうプログラム言語を使ってまして、それに対してもデータサイエンスで使うプログラム言語もほとんど全部 Python っていう言語を使って行っていますので、その授業を通してそのプログラミン
グに対する知識も十分ですかそのプログラムに対する知識もつきますし、自分の研究で書いているものにも応用できることは多数あるので、そのあたりで活かせるなというふうに感じています。最終的な卒論っていうのはやっぱりいっぱいデータを扱うことが増えてくるかなって思うので、データサイエンスの知識があれば役に立つんじゃないかなと思います。インタビューに協力してくれた学生の皆さん、ありがとうございました。以上でデータサイエンス応用の授業の紹介は終わりです。テキストマイニングを知ることは皆さんの将来のビジネスにきっと役に立つと思います。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみに待っています。続いてデータサイエンス実践をご紹介します。和歌山大学のデータサイエンス教育では、企業の皆様にご協力をいただき、企業が収集した本物のデータを使った授業を実施しています。学部の教育では、このデータサイエンス実践でスーパーマーケットの大桑さんのデータを利用しています。本物のデータを使ったとても貴重で魅力的な授業になっています。郷先生からご紹介いただきます。どうぞ。データサイエンス実践の担当の郷です。このデータサイエンス実践では Python と Excel を使って本物のビジネスのデータを用いたデータマイニングを中心とした講義と演習を行っています。皆さん、ポスデータはご存知でしょうか？ポスデータとはどのような商品が売られたかという情報をポスレージを使って集まったものです。店舗のポスレージで商品のバーコードを読み取るなどして集まることができ、商品名、値段、購入時間などのデータを本社を含めたポスシステム全体で連携することで、リアルタイムでデータを収集、保存、管理ができます。それらのデータを店舗での在庫管理や消費者の購買動向の把握・予測に活用することができます。この授業では和歌山を中心とした店舗を展開している大桑様にご協力をいただき、ご提供いただいた個人情報を隠したポスデータを使ってデータマイニングを学ぶことになります。リアルのデータを使ってリアルのデータマイニングを学ぶことができる、とても貴重な機会を用意しています。具体的に業務把握、仮説立案、データ分析、検証、提案、プレゼンなどデータサイエンティストに求められる一連の仕事の流れを体験することができます。また授業の一番のセールスポイントとして大桑さんの担当者様をお越しいただいて、授業の中でご意見やご助言をいただくことができるようになっています。では受講していただいた学生さんのインタビューをご覧ください。結構単位とかもしっかり取り終わってたんで、割と授業は取る必要なかったんですけど、それでもやっぱり最後に近いんで、ちょっと興味のある演習とか授業とか取っておきたいなと思って授業一覧みたいなのを見てた時に、なんかそのデータサイエンス系が最近結構盛り上がってて、でそのデータサイエンス系の中でも、その大桑さんっていうその結構大きなスーパーマーケットチェーンと協業でその実際のデータを使いながら分析してコンサルみたいなことをするんだなっていうふうに感じて、それで結構興味を持って一回やってみたいなと思って取ることになりました。実はこのデータマイニング系の授業は別の授業で以前受けたことがあって、でその時はそのグループワークの方を力入れたいなと思ったんですけど、今回はデータ分析の力をなんか学んでちょっと上げれたらいいなっていうふうに思って、ちょっとやってみようかなっていう感じで、生のデータを扱えるっていうのはそうないことなんで、すごいいいチャンスやなっていうのは思いますね。その生のデータ、実際に大桑さんで購入した人のデータとか視聴率のデータっていう私たちの身近にあるようなデータを使って、しかもちゃんとした結果が出るというか、
売り上げを伸ばすためにこうすればいいってなったら、じゃあそれを実践した時に本当に大桑さんで売り上げが伸びるかもしれないっていうような実体験ができるっていうのはすごく楽しい、面白いなっていうふうに感じました。そこはやっぱりデータサイエンスの醍醐味だなっていうふうには思います。やっぱり実際に企業さんが、どのようなデータ分析を行っているかですとか、企業さんの実際のデータ分析を使ってどういう課題を解決したいかといったことを、知ることができたのが面白かったですね。実践と PDL に関してはプログラミングができなくてもやっぱり仮説のアイデアがすごく大事なので、視聴率を上げるためには時間帯が重要なんじゃないかとか、実は天気も関わってくるんじゃないかとか、そういう案が出せた方が強いなっていうふうに私は思うので、文系の方でもプログラミングは全然知らない、触ってないっていう人でも違う観点からじゃあこういうアイデアがあるんじゃないかっていうことを出してくれると、それは分析につながるし、でやっぱり案を出してそれが本当だったって実証されたってなると、そのデータ分析も楽しくなってくるかなっていうふうに思うので、そんな文系理系問わずにこういう案を持ってるよっていう方はぜひ参加してほしいなっていうふうにはすごく思います。でやっぱり生のデータを触れるので本当に楽しいです結果が出てくるし。主軸となる勉強は各々ちゃんとあると思うんですね。でそれを補強するためにデータサイエンスを使うことができるってことなんで、やっぱりその教養的にデータサイエンスをその身につけておくっていうのはすごい大事だと思うんで、実際に手を動かしながら学べるっていうのもすごくいいところだと思うので、そういった意味で自分は結構データサイエンス実践をとってよかったなというふうに思っています。学生さん紹介したように本物のデータを使った分析を体験することができ、そしてその分析に基づいてオリジナリティの仮説を作り、企業の担当者の方に見せていただける、地域とともに共同する和歌山大学の特色を生かした授業になっています。データサイエンス実践はいざない、入門、基礎、応用と続いて数理データサイエンス科目のシリーズの最後の授業になります。この授業の中でよく使われている Python や Excel の基本知識のある方が望ましいですけれども、前の授業の単位を習得しなくても参加することができます。この分離融合のグループワークを通じてデータサイエンティストの体験をしてみませんか？皆さんの受講をお待ちします。私から少し変わった名前の授業を紹介します。この授業は大阪大学をはじめとした他の大学と共同で実施しています。テレビ会議サービスを利用した遠隔ミーティングや他大学と共同で開催する成果発表会によって他の大学の先生と学生と意見を交換することができます。内容は課題解決型学習による本格的なグループワークとなっています。複数の学生でチームを作り、与えられたデータを分析して設定された課題の解決を目指します。例えば過去にはテレビの視聴率データを分析して機械学習によって視聴率を予測するモデルを構築する課題に取り組みました。この時使用したデータは広告代理店から提供を受けています。課題に取り組む過程で企業の担当者に相談する機会があることもこの授業の魅力となっています。受講生の皆さんはそれまでに学んだデータサイエンスの知識や技術を発揮するとともに、グループで協力することで与えられた課題を見事に達成してくれました。それでは学生のお話をご覧ください。基本的には3回生以上の人が取る科目って書いてあったんですけど、ただシステム工学部生は2回生から取れるらしかったので、こういうの早めに取っといて損はないなと思って
そんな感じで入れたっていう感じですね。実践も3回生からなんですけど、実践はもうシステム工学部生でも3回生からしか取れなかったので、もう取れるもんを早く取って早めにいっぱい身につけとこうっていうので取りましたね。和歌山大学のデータサイエンスの講義を受けようと思ったのは入学の時のガイダンスでその時の先生が本当に楽しそうでこの人は好きで教えてるんだなと思って、好きで教えてる人の授業っていうのは結構楽しいっていうのが今まで人生経験の中であったので、この人が教えてるなら受けてみようっていうきっかけもあります。この授業が一番難しいなっていうふうに感じたのはやっぱり2つありまして、1つはそもそも視聴率に関係するデータっていうのがどういうものなのか。私たちの班はドラマの視聴率を考えるときに第1話と最終回っていうのが視聴率が伸びるんじゃないかなっていうふうに最初に推測して分析したんですけど、結果としては全然関係なかったんですよ。視聴率に関係してくるデータっていうのがどういうものかっていうのを考える過程、何が視聴率に関係するのかっていう案を出すっていうところがやっぱり難しかったです。僕がその PBL の時にやろうとした内容として、その芸能人の名前をいっぱい取って、こういう芸能人の名前がある番組って結構視聴率高くなりやすいよねみたいな処理をしようと思ったんですけど、それが結構それを教わるのが応用の方やったんですよ。この応用を受けてから PBL 受けといた方が PBL 結構受け身じゃダメで自分でやっていかないといけないんで、そういうような実力をつけてから PBL を受けた方がより素早く自分がやりたいことできたかなっていうふうに思いますね。はい、経済学でデータサイエンスやってるってだけでこれから当たり前にしようっていう政策が国にありますけど、まだまだ全然当たり前にはなってないと思うので、先を見据えてってやるなら今がチャンスだと思います。今はちゃんとデータサイエンス必要だなと思う人しか受けてない。社会一般的な人が使うようなものってどういうふうなものを作ったらいいのって考えるときに、まずいっちゃん最初に分析をしないといけないんですよ。でそういう分析ってどうやるのって言ったら本当にデータサイエンスだから、それこそそういうような専門の研究とかに入る前にデータサイエンスいざないから実践とか PBL とか応用基礎入門ってありますけど、そういうのを受けとくことでよりデータを分析する力っていうんですか、考え方を深めるっていうんですかっていうことができるかなというふうに思います。でまだちょっと受けれてない科目もあるんですけど、そういうのもいっぱい受けていこうかな、これからも受けていきたいなって思ってます。ありがとうございました。成果発表会のプレゼンテーションの時には多少の緊張感はありましたが、皆さん丁寧に説明できていたことが印象的でした。また他の大学の皆さんと一緒の授業に参加できることはとても良い刺激になったのではないかと思います。皆さんのご参加をお待ちしています。ここまでご紹介した授業はすべて学部で受講できるものでした。和歌山大学に入学したすべての学生が受講することができます。皆さんの中には大学の学部を卒業した後、大学院に進学する人も多いでしょう。授業紹介の最後に大学院で開講されている授業を2つご紹介したいと思います。実践的データマイニング1と実践的データマイニング2です。大学院生が受講できる授業ですが、社会人の方、企業にご所属の方も受講することができます。その名前の通り、この授業は極めて実践的な内容になっています。グループワークにより大量のデータを分析することになります。この2つの授業の大きな特徴として企業からの強力なサポートがあります。実践的データマイニング1では大桑様からの大規模なポスデータを提供していただいています。また実践的データマイニング2では和歌山を地元とする銀行、紀陽銀行様から
貴重な銀行データを提供いただいております。2つの事業を通して和歌山の IT 企業であるサイバーリンクス様にはデータの取り扱いに関する指導や分析に必要なサーバーなどをご提供いただいています。特に銀行のデータは機密性が高く、通常は関係者以外は見ることすら許されていません。ましてや大学の授業では利用することはできません。しかし私たちは独自に結んだ協定に基づき、匿名確保された情報にアクセスすることが許されています。この授業に参加する際には学生であっても機密保持の契約が必要になっています。これは他の大学にはない和歌山大学のデータサイエンス教育の特色と言ってよいでしょう。授業では実際に企業の担当者にデータの分析から発見した提案をすることができます。例えばこれまでには大桑のスーパーマーケットの商品陳列に提案が採用されたことがあります。大桑企業銀行サイバーリンクスの皆様にはいつも親身になって学生からの質問や意見を聞いていただいています。学外の皆様とのコミュニケーションもこの授業の大きな魅力でしょう。この動画、最後の学生のインタビューです。ご覧ください。チームを組んでデータ分析を行う授業です。企業銀行さんの ATM やクレジットカードの個人情報が伏せられた形でのデータをいただきまして、それぞれの各チームでですね、仮説を立てて分析を行っていくという授業でした。そうですね、グループでやることのメリットは、自分でがあったデータに集中してしまうと、それだけでは気づけないような発見だったりを、自分のグループメンバーにこのデータどうって見せた時に教えてくれたりするので、そういう新しい気づきを得るっていうのもいいですし、そのデータに対して話し合いができる仲間がすぐ近くにいるっていうのもすごくいいことだなというふうに思います。実際の販売データをいただけるっていうのはすごい珍しいっていうふうに授業でも言われて、はい、他の授業ではあんまり扱ったことないかなって思います。やっぱり先生たちが訴えているように、これからデータ分析っていうこと自体が分離問わず必要となってくるんで、その力っていう部分をつけたいなと思って受けました。難しかったことは初めにもしかしてこうなんじゃないかなっていう仮定を立てて、データの分析を行ってたりしたんですけど、結果としてあまり思ってたものが得られなかったりした時は、もう一回やり直さないとなって、ちょっと仮定から考え直そうかっていう風なことをメンバーで話し合ったりして、で何回かやり直したということはありました。はい、発表はプレゼンテーションを作って、自分たちの調べた内容だったり、それによって得られた成果とか傾向を前で発表するっていう形になります。企業の方でこれまで調べてなかったような情報も学生さんが調べていたりして、新しい発見があったっていうふうに言ってくださったりもして、僕の班だったら、やってることうちの企業でやってることとあんまり変わんないですねみたいな感じでコメントをいただいたりもして、すごくいい発表になったのかなっていうふうに思います。実際にその分析内容を企業様に発表したときに、そうですね、社員の方からですね、そういうデータ分析を行ったことがなかったので、非常に有用な、その役に立つような内容だったというふうなコメントをいただいたことが非常に印象的でした。やっぱり今後も社会に出たらチームでやることすごい多くなると思うので、学生のうちにチームで取り組んだ経験というのはすごい貴重だなというふうに思います。私がデータサイエンス系の授業を受けて感じたことは、やっぱりこれから社会人になっていく上でデータを触ったり資料を作ったりっていうのは多分多くの方にとって必要になるスキルだと思うので、そういうスキル、基礎的教養的な力を身につけるという意味で、こういうデータサイエンスの科目っていうのは必ず役に立つ内容なので、フォローアップの内容も充実しておりますので、皆さん受けていただいたらいいのではないかなと思います。その外部の情報を取り込んで、ちゃんと自分の中で傾向を見つけて発表していくっていう経験自体が、今後絶対社会に出て必要になってくるんで、そのある種の入門というか経験として得られたのかなと思っています。毎年多くの大学院生が受講している授業です。皆さんもぜひ大学院まで進学してこの授業に参加してください。私たちからの授業の紹介は以上になります。和歌山大学にはデータサイエンスを実践的に
さまざまなレベルで学ぶことができるいざない、入門、基礎、応用、実践の数理データサイエンス科目のシリーズがあります。加えて他大学と共同で実施している数理 AI、PBL があります。これらの授業は皆さんが所属する学部に関係なく和歌山大学のすべての学生が受講することができます。これまでにここまでの授業をすべて受講してコンプリートした学生さんもいます。皆さんもぜひ積極的に受講してください。そして大学には実践的データマイニング1、2という企業との協力によるとても魅力的な授業があることを紹介しました。受講生の皆さんや大学院生で授業を手伝ってくれる TA の皆さんのお話はいかがでしたか？授業の魅力が伝わったのではないでしょうか。学生の皆さん、インタビューにご協力いただき本当にありがとうございます。和歌山大学で学んだデータサイエンスが皆さんのこれからに必ず役立つと私たちは信じています。なお、この動画でご紹介した授業の構成や内容は変更になっていることがあります。最新の情報はシラバスでご確認ください。また、今回の動画ではデータサイエンス教育を中心にご紹介しましたので、人工知能 AI を主なテーマとしている授業はご紹介できませんでした。次の機会では和歌山大学の魅力的な人工知能 AI の授業もご紹介したいと考えております。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。和歌山大学データインテリジェンス教育研究部門でした。